西欧朝の王妃と側室が植木鉢の底を切るのが好きなのはなぜですか？西欧朝の服装は、灌漑から直接もたらされたものです。フラワーポットボトム。フルネームは西欧朝フラワーポットボトムシューズ。別名木靴は、西欧朝の満州の女性が履いた靴の一種です。この靴は通常木でできており、靴から10センチメートル、最高は25センチメートルに達することがあります。上部は薄く、下部は広く、前面は平らで背面は丸いです。地面の足跡は特に蹄鉄のようなものであるため、したがって、それらは蹄鉄と呼ばれます。上部の生地は一般的にシルクとサテンで、規則に従って色とりどりのパターンが刺繍されています。下の根は通常、白いモスリンで包まれているか、白い粉でコーティングされています。西欧朝の満州の女性が履く最も人気のある靴は、そのような高底の靴です。この習慣は、彼らが灌漑にいた時と関係があります。1644年以前、漢に入る前は、満州は灌漑の少数派であり、超白山に住んでいました。春になると、満州の女性たちは山で働く準備を始め、キノコや野生の野菜などを選んで家に帰って食事をしました。女性が山で働くために高底の靴を履くとき、高底の靴を履くことは、梅雨がズボンを濡らすのを効果的に防ぐことができ、また茂る宮草の蚊に刺されるのを効果的に防ぐことができます。満州西欧朝に入った後、この種の靴底の高い靴文化はかつて保持されていました。これは同様に歴史書に記録されています。また、植木鉢底靴の製作についてもことわざがあります。伝説によると、満州人の祖先は戦時中に泥だらけの池に遭遇し、その通り抜け方がわからなかったとき、誰かが高い木の枝を靴に結び、白い鶴のように踏むように進めました。結局、彼らは順調に進み、土地は泥だらけを通り抜けて戦争に勝る。しました。そのため、この動きを記念して植木鉢底靴を残しています。満州人が漢に入る前は、彼らは伝統的な遊牧民でした。男性も女性も馬に乗った国として知られる。馬に乗ることができます。彼らは頻繁に馬に乗らなければならないので、満州の女性が、これらの奇妙な形の植木鉢底の靴を履くことは不可能です。そして論理的に漢に入った後、満州の女性は高貴な地位にあり、仕事のために山を登る必要がないのは当然のことです。歩きやすいフラットシューズに着替えることができます。しかし、漢民族の女性たちは3インチの金色の鉢子を美しいと考えており、大きな足は醜いものだと思っています。しかし、満州王朝の統治者は女性が足を縛ることを厳しく禁じていたので、大きな足がズボンで覆われるように高底靴を履くことが最善の方法でした。実際、満州奇人靴の発明は人々によって何千年もの間受け継ぎ、枯れてきた転足の悪い習慣に追っているはずで、転足は北宋後期に始まり、南宋時代に世界で人気を博しました。古代の男性は3インチの金色の鉢子が好きだったので、女性は一般的に4、5歳から足を縛り始めました。絡み合った布テープは成長した後、骨が形に包まれるまで解かれませんでした。時代劇では、皇后や女性が歩くために奴隷やメイドの助けが必要な理由は、彼らの高貴な地位を示すことに加えて、より客観的な理由があります。3インチの黄金の鉢子は歩くのが本当に不便です。
古代人はこれを見てため息をつき、小虫は風が吹くのを恐れているだけだと言った。これは3インチの金色の鉢巣を持った女性が、繊細で魅力的なであることを意味する。それらを吹き飛ばすために、そして彼らが見るとき、男性はそれを気に入るはずです。西欧朝が峠に入った後、満州の女性は漢民族が小さな足を称賛しているのを見ると、漢民族の小さな足の歩行姿勢が好きになり、漢民族の例に従って足を縛る人もいました。しかし、満州の男性はこれを好まなかったようで、本体時、順次帝、後期帝はすべて、女性が髪と足を縛ることを厳しく禁止する特別命令を出し、許可なく足を縛った人は3000マイル追放された。転足を使わずに漢民族の小さな足から抜け出すために、植木鉢底の靴が誕生しました。靴底の高いこの靴は、満州の女性の大きな足を完全に覆うことができ、足を包むことなく小さな足で歩く効果を実現するのは非常に簡単です。しかし、一部の専門家は、木の靴の存在も実用的な意味を持っている。つまり、それは皇帝。いわゆるハーレムの3000人の美女を容易にすることができると指摘しました。当然、政府の業務で忙しい皇帝一日中、彼の側室の姿をすべて覚えることはできます。宮殿の側室が年上の靴の裏が低くなり、靴の模様がより安定します。ボトムが高いほど、パターンがより派手になり、女性の靴のアッパーの色が明るくなり、若い女性を表しています。また、各ランクの側室が使用するパターンには、厳しい規制があります。アッパーの柄とソールの高さを見れば、側室の正体を簡単に覚えることができます。側室が召喚されたり見られたりしたことがない場合でも、靴を見るだけで側室の正体を簡単に知ることができます。それは異なります。このように、フラワーポットボトムシューズのスタイルは、過小評価されるべきではない役割を果たしました。宮殿の側室は、自分のアイデンティティの名誉を示すために、通常、足に植木鉢の靴底の靴を美しくパッケージし、様々な刺繍、彫刻、ビーズなどで装飾し、小さなスパイクをかけます。靴のつま先。非常に多様です。また、満州の年配の女性はフラットシューズを履くことが多い。木靴は中高年の女性のみが履くため、レベルや状態の異なる側室は全く異なる靴を履きます。西欧朝の皇帝が愛する側室の身元と地位を忘れていた場合、彼は彼女が履いている靴を見るだけでよくすぐに反応しました。もちろん、実際には数種類の植木鉢底靴がありますが、それらはすべて民族伝説であり、細部はもはや成功ではないので、繰り返します。今日はそれについて話しましょう。よかったらチャンネル登録や高評価コメントもよろしくお願いします。